こんにちは、ルイカと申します。今回は、それぞれ長さが違うセル範囲に対して、一発で合計を出す方法をご紹介いたします。例えばこのように、セル範囲が異なる表の一番下に合計を出すような場合です。合計は単純にサム関数で出せますね。イコールサム。範囲を指定して、括弧を閉じてエンター。これで一つの表の合計は出すことができます。しかし、表の範囲がそれぞれ異なりますので、このサム関数のセルをコピーして貼り付けても、正しい範囲を合計してくれません。かといって、一つ一つにサム関数を入力していくのは面倒ですし、仮にワークシート関数でこの連続した範囲を認識して、サム関数で合計できたとしても、とても複雑で、書くのも読むのも大変なものになりそうです。しかし、そんな大変なことをしなくても、簡単にバラバラな範囲の合計を出す方法がございます。コントロールキーを押しながら合計を出すセルを選択していきます。オートサムボタンを押します。これだけです。確認してみますと、ちゃんとそれぞれの表の範囲を合計しています。表紙抜けするくらい簡単にできてしまいました。一つ注意点を挙げるとすると、このように途中に空白があると、同じ表のつもりでも、オートサムは、この連続した範囲しか認識してくれません。もし0の値の場合は、空白にせず、ちゃんと0を入れておきましょう。さて、あまりにあっさり終わってしまいましたので、実践編としてもう一つやってみます。オートサムで合計を出すときに、合計を出すセルを選択していましたが、選択するセルがたくさんある場合、コントロールキーを押しながら一個一個選択していくのは、とても大変です。途中でコントロールキーを離して選択してしまったら、一からやり直しです。ということで、合計するセルも一括で選択して、オートサムで合計を出してみようと思います。以前ご紹介しました、こちらの方法を使用します。詳しいやり方はこちらで解説していますので省略するとして、シートをコピー。この合計を出すセルは、左の列の一つ上のセルに値があり、同じ行のセルに値がない、という条件で特定できそうですので、イコール if。AND 条件なので、AND で括弧。まずは左上のセルが空白でない。次に、左のセルが空白。この両方に当てはまるのが合計を出したいセルなので、1にします。それ以外は0になるようにして、エンター。少しコピーしてみますと、ちゃんと合計を出すセルだけが1になっていますね。これをコピーして、同じ列の最初から最後まで選択。最後の表も合計を出しますので、一つ下まで選択しておきます。そして貼り付け。元のシートと見比べてみますと、ちゃんと合計のセルが1になっていますね。では、この01のシートを選択して、シフトを押しながら元のシートも選択。合計の列を選択して、コントロールと F で検索ウィンドウを表示。こちらを値にして、検索する文字が1です。すべて検索。こちらに1のセルの候補が表示されますので、ここでコントロールを押しながら A キー。これで、値が1になっているセルがすべて選択されました。そして、元のシートも選択していましたので、元のシートでも同じ場所、合計を出したいセルがすべて選択されています。あとはオートサム。セルの色や枠線なども選択しているうちにつけておきましょう。これで完成です。ちゃんとそれぞれの表で合計されていて、範囲も良さそうですね。コピーしたシートを削除するときは、ちゃんとそのシートだけが選択されていることを確認してから削除しましょう。別シートを使ってセルを選択するのは少し手間がかかりますが、何百行でも何千行でも同じ手間でできますので、試してみてくださいね。少し寄り道もしましたが、長さが違う範囲を一発で合計する方法でした。もしお役に立ちそうでしたら、チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけましたら、とても嬉しいです。